あなたはこの恐ろしい事件を知っていますか？ 2000 年7月、六本木で働く外国人ホステスルーシー・ブラックマンさんが突如失踪する事件が発生。彼女はその8ヶ月後、あまりにも無残な姿で発見されるんです。そんな中、警察はある一人の男を容疑者として逮捕。その人物は48歳の男性、小原ジョージ。なんとこの男、30年以上もの間、あまりにも異常な性生活を送り、連続殺人を行ってきたサイコパス殺人鬼なんです。そしてこの事件はルーシーさんの母国であるイギリスの首相も言及するほど、それほど注目度が高かったにもかかわらず、裁判の最終判決が下るまでに要した期間はなんと10年以上。サイコパス殺人鬼小原ジョージによるルーシー・ブラックマンさん殺人事件。一体なぜ判決まで10年もの時間が必要だったのか。そこには犯人の巧妙すぎる策略があったんです。オーソドックスブラックコーヒー大好きなケンちゃんです。前も言ってたんですよ。闇みこです。本当に言ってたわよ。本当に言ってたわよ。異常すぎる性癖の持ち主小原ジョージが引き起こしたルーシー・ブラックマンさん殺人事件。一体彼女はどのような目に遭ってしまったんでしょうか。まずはなぜ事件が起こったのかから見ていきましょう。外国人ホステスの失踪。2000年7月1日、六本木のクラブで悲劇が起こります。ホステスとして働いていた21歳のイギリス人女性、ルーシー・ブラックマンさん。彼女は2ヶ月前に日本にやってきたばかりだったんです。事件当時、ルーシーさんはホステス仲間の携帯電話に、今お客様とドライブデート中です。これから海岸に向かいます。と連絡。さらに、その2時間後には、あと1時間程度で帰ります。という連絡もありました。しかし、その後、彼女が帰ってくることはなく、そのまま行方不明になったんです。そして、失踪から2日後、とある男からルーシーさんのホステス仲間に電話が入ります。ルーシーは千葉の新興宗教団体で修行をしている。もういかにもじゃないこれ、新興宗教団体で修行ってもいかにも怪しいわよ。絶対信じない。もう当然ね、ホステスの仲間もね、不審に思ったんです。そこで警察庁に捜索願いを提出。これが今回の事件が発覚するきっかけになるんです。折しもこの2000年の7月下旬は沖縄サミットが開催。イギリスからは当時首相のブレア氏が来日しており、当時のモリ首相との会談でこの事件を取り上げました。そこでブレア首相は警察に犯人逮捕を強く要請。日本、イギリス両国で大きな注目を集めることになるんです。その翌月、ルーシーさんの妹が記者会見を行い、有力情報を呼びかけ懸賞金を設定。その額は1万ポンド、当時の日本円で160万円です。ですが、その翌月以降、懸賞金は大幅に増加することに。その額はなんと10倍。そして10月、ついに一人の男が逮捕されるんです。それが冒頭でも紹介した小原ジョージ。当時48歳で、ルーシーさんが勤めていたクラブの常連客でもあったんです。この男、不動産管理会社を経営している社長で、大金を稼いでいたんです。ところが、自宅のガサ入れに入った警察は驚きの光景を目にします。そこにはなんと大量の違法薬物、そして小原が白人女性を襲う様子を記録したビデオテープがあったんです。最悪、なんで撮影してんのよ。こういうやつマジで一番許せない。なんか結構こういう系のね犯罪するやつって取りたがりますよね。自分がねそのやってきたひどいことを世に残したい、でもバレないみたいなね、なんかその矛盾がね気持ち悪いですよね、非常に。この押収したビデオからはさらに驚きの事実が明らかになります。その映像に映っていたのは複数の女性。これをきっかけに小原が過去に何人もの女性を無理やり襲ってきたことが発覚。特にそのうちの一人のオーストラリアの女性に至ってはなんと殺害も行っていたんです。普通に考えてバレることは考えないの、こういう人って。撮ってなかったらルーシーさんの件ももしかしたらバレなかったかもしれない。まあそうですね、こうしていくつかの犯行が発覚したんですが、肝心のルーシーさんは未だ行方不明。そんな中、ついに2月、警察は神奈川県三浦市の海岸にある洞窟の中でルーシーさんを発見。ですが、そこで警察はまたしても驚きの光景を目にすることになるんです。発見されたルーシーさんはなんとバラバラに切断されてセメントで固められていたんです。どういう育ち方したらこうなるのかちょっと気になるわね。いやそうなんですよ。実はですね、この小原幼少時代のね特殊なね家庭環境、歪んだ家庭環境によってね、この異常性がね引き起こされたと言われてるんです。小原の生い立ち。小原は1952年に大阪で誕生。実は両親は韓国人で、出生名はキム・スンジョンでした。スンジョンの父親は貧しい移民だったんですが、日本に来て以来、不動産会社、駐車場経営会社、タクシー会社、パチンコ屋など数多くの会社を立ち上げ大成功。一代で巨万の富を築き上げたんです。スンジョンはそんな成金の大富豪の家でお坊ちゃまとして育てられました。中国卒業後は父親の勧めで慶応の付属校に進学。その際、父親は入学祝いとしてとんでもないものをプレゼントしたんです。それは田園調布の一
軒家。高校生で一軒家あげるって甘やかしすぎるちょっと。そんな何不自由ない暮らしを送っていたスンジョンですが、そんな彼にも一つだけコンプレックスがあったんです。それは韓国人であること。そこでスンジョンは持ち前の経済力を武器に日本人になる作戦を決行。まず手始めに高校生ながらなんと外科手術を決行。もうそのままでいいのに、目を大きくして韓国人らしさを軽減させたんです。同級生は何も言わなかったのかしら。まあ確かにクラスメートの目が突然大きくなってたらね、バレるしね、まあ言われちゃいますよ、まあでも整形自体はね別に悪いことではないと思いますし、全然いいことだと思うんですけど、さらに21歳で日本国籍を取得。ここで名前を小原ジョージに変更。こうして日本人として再出発するんです。さらに父親が亡くなり莫大な遺産を相続。その金をもとにそれまで以上の贅沢三昧の生活に。そして30代以降に始めた事業では大成功。なんと40億円もの資産を手にするんです。もう人生イージーモードすぎるやろお前。ところが彼の人生には一つだけ問題がありました。我々一般人からしたら全く共感できないんですが、幼い頃からの贅沢三昧により彼はあらゆる娯楽に飽きていたんです。そのためどんどん強い刺激を求めて、とうとう合法の域を飛び越えることになるんです。そんな小原が特にハマっていたもの、それは SM プレイ。小原はね超ド S で聞くだけでもねかなり気持ち悪いプレーをね超やってたそうなんですよね。ちょっと気になるわね。さらに小原にはもう一つ異常な性癖がありました。それが記録魔であること。なんと小原17歳以降全てのプレイをカメラで記録し詳細に記録していたんです。そしてその量はまさに規格外。17歳から逮捕される48歳までの約30年間で撮影した量はなんと200件以上。つまり小原の毒牙にかけられた犠牲者は200人以上にも上るんです。いや200人以上ってさ、犯罪とか以前にめちゃくちゃモテモテじゃないの。そんな寄ってくるもんなの。まあやっぱ社長だったんで、これがあったんじゃないですか。ではねこれほどね犯罪を繰り返してきた小原なんですが、なぜルーシーさんの事件まで彼は捕まらなかったんでしょうか。実はそこには巧妙すぎる策略があったんです。小原はその犯罪のターゲットをある層の人間に絞っていたんです。それは外国人ホステス。ではその作戦にどんなメリットがあったのでしょうか。外国人ホステスを狙った理由、それは彼女たちが弱い立場の人間だから。彼女たちは被害に遭ったことを相談しようにも故郷ではないので頼りになる人物が周囲にいません。その上異国で働く彼女たちの中には観光ビザで働くいわゆる不法就労状態の方も数多くいたんです。性的暴行というのは警察へ行き事情を話すだけでかなりの精神的苦痛が伴います。さらに不法就労という弱みもあり、自分たちが捕まるリスクもあるため外国人ホステスの方は余計に警察に行きづらくなるんです。実際事件が起きるまで被害届を出した外国人ホステスは一人もいなかったそうなんです。でも人の弱みにつけ込む最低な野郎よ。いやそうなんですよね、小原はね一流の家庭で育ったっていうのもあって、無駄にね頭のキレは良かったんですよ、まあ、ではなぜルーシーさんの事件ではバレるようなヘマをしたんでしょうか。実は小原は1999年頃から事業で失敗し始めるんです。その負債はとんでもない額に、なんとおよそ200億円。それを機に小原は持ち前の冷静な判断力を失っていったんです。彼にしてみればお金がもうなくなっちゃうって人生で初めてのことなんじゃない、その一方で事業失敗のストレスは性に対する欲求をどんどんエスカレートさせていきます。その結果彼はある致命的なミスを犯すんです。彼はルーシー殺害の直前、周りの SM 愛好家にこんなことを漏らしていたんです。背が高くて胸の大きな外国人ばかりを誘拐して専用の地下牢に連れ込んでプレイした後に殺すまでの一部始終をビデオカメラに収めたい。この発言を聞いていた SM 仲間が警察に証言し、小原は捜査線上に上がることになったんです。なんか自分見失っちゃって自慢げに話しちゃったのかしらね、これね。健全にね楽しんでる分にはね、まあ、SM プレイもね、まあ、趣味の一つではあるじゃないですか、でも仲間にねこうやって調子乗ってね言っちゃったんで、まあ、ある意味これがね自白みたいなことになっちゃったんですよ。こうして小原が逮捕され裁判を迎えることに。しかしこの裁判が大方の予想を裏切り泥沼化していくんです。一体小原はどんな魔法を使ったのでしょうか。いやでもこれビデオテープっていうさ、物的証拠があるわけじゃない、勝ち目ないんじゃない、どんな優秀な弁護士ついても、まあ、普通の人はねそう思うんですけど、小原はねここでもね持ち前のね切れた頭をね使ってまあ下水策略をね考えたんですよ。裁判開始。
小原に対する検察側はビデオテープに加えてもう一つ有力な証拠を持っていました。それは DNA の鑑定結果。実は小原のマンションから髪の毛が採取され DNA 鑑定によりそれがルーシーさんのものだと判明したんです。つまり小原の部屋にルーシーさんがいたことが確実になったんです。これにより検察側は一方的な勝利を確信していました。ではここから小原はどうひっくり返すのでしょうか。いや無理に決まってるわよ。だってビデオテープってもんがあるんだから動かぬ証拠じゃない。実はね、小原陣営にとってこのビデオテープの存在こそがね、切り札になるんです。ビデオテープはこれまでの数々の犯行を記録し、逮捕時には物的証拠ともなったんです。彼にとっては弱みでしかないはず。ところがある逆転の発想によりこの弱点を必殺の武器に変えるんです。実はこのビデオテープ、ルーシーを襲った映像のみに残っていなかったんです。そこで次のような主張を展開。検察側が死亡したとする事件の直前に自分のマンションの部屋で被害者と会ったことは認める。ただ強姦や死亡事件に関しては知人が関与していた。 DNA 鑑定の件があるためルーシーと接触したことは認めざるを得ないんです。ですが記録まであるにもかかわらずルーシーの記録は残っていないという捜査結果を利用し、そもそも自分は無理やり襲ってもいないし殺人もしていない、なぜならそれをしているなら絶対に撮影しているからだという形で無罪を主張したんです。それまでの記録が逆に小原を助けることになったわけね、これ。そうなんですよ。しかもその時にね、関わっていた知人はもうすでにね、亡くなっていたんで、真相はね、闇の中なんですよ。そして2007年7月第一審の判決が下ります。東京地裁は9人の女性を襲いそのうちの1人を死に追いやったとして無期懲役を言い渡します。そしてルーシーさんの事件に関しては事件に関与した疑いはあるが証拠不十分と判決、なんと無罪になったんです。まあ小原の作戦が功を奏したってわけ。いや、そうなんですよ。もう見事な作戦勝ちですよね。この判決に対して東京地検はルーシーさんの事件の無罪を不服として東京高裁に控訴。一方の小原側もさらなるいい結果を求めて同じく控訴するんです。もう強欲だなこいつ。そして迎えた第2審、小原はさらに策を巡らします。被害者遺族にお悔やみ金としてなんと1億円を贈呈。そしてネットでは小原の無実を訴えるホームページも開設される始末。まさに小原優位と思える展開が続いたんです。ですが判決は想定外の結末に。なんと東京高裁は一審判決を棄却し判決を変えたんです。東京高裁はルーシーさん殺害事件に対してこのような判決を下しました。未遂ではあるが実行の意思があった。そして小原に対し無期懲役の判決。そう、なんと強欲に第一審よりもいい判決を狙った結果、むしろ悪い判決となったんです。ここで焦った小原側は判決を不服として最高裁に上告すると、なんと上告は棄却され無期懲役が確定したんです。いや今度は完全に裏面出たわね。いやもうね、日本の司法のね、底力ですよこれが。そんな小原は現在主に凶悪犯が収容される長期刑務所で服役しています。小原に限らず性癖というのは多かれ少なかれ誰しもが持ち合わせています。ですがその性癖に身を任せればとんでもない犯罪に発展してしまうんです。小原に最も必要だった自分を律する強い心、それは奇しくもお金では決して買えないものだったんです。ちなみにね、小原のね、無罪を伝えるホームページもあってね、ですがね、彼ね、ちょっと最後なんかバカなんですよね。小原さん。なんとね、裁判の関係者しか知り得ない情報とか資料とかも載ってたんで、完全に自作自演だってバレちゃうんですよ。作詞が作に溺れちゃったっていう。本当にね、もう人生かけて償ってほしいですよ。